今回はダイソーさんの魔法レジンとキャンドゥさんの着色剤を使ってレジン盛りをしていこうと思うんですけども、以前ダイソーさんのレジンを使うとベタつきがあってちょっと嫌だなと思ったんですが、この UV レジンはベタつきがないということなのでやってみようと思いました。肌色を調色していくんですけども、これは振らないでも良さそうな感じでしょうかね。出てきません。うおー、出てこんぞ。これ固まってんですか？あー、出てきた。わあ、3つの色を適当に取って肌色っぽい色を作っていきます。今回は頑張ってフレッシュの色に近づけようと思うので、これですね。このヘッドいろいろたくさん使ってきます。配分はちょっと分かりづらいかもしれないですけど、いつもの経験だとレジンを硬化するとちょっとだけ色が濃くなる気がするんで、ちょい薄めでいきますか。さっきの色が結構近かった感じがするんですよね、これ。こんなもんでしょうか。じゃあ透明なレジンを混ぜます。結構ねっとりしていい感じですね、これ。こんな感じ。じゃあこれを肌色を混ぜて、ちょっと一旦テストしてみましょうか。レジンを硬化させるやつも100均のを買ってみました。これ300円です。これ固めたんですけど、ちょっとベタベタしますね。これはどうしてなんでしょう。色はいいかな。で、曲げるとやっぱり剥がれちゃうんですけど、綺麗にすると剥がれちゃいましたね。これから持っていくんですけども、表面をあらかじめ400番ぐらいのヤスリで削ってあります。藍を裏から当てて、そこで持ってきます。ちょっと薄いな。もう少しちょっと混ぜようかな。調色剤がいい色だとしても、透明レジンを入れて薄まるので、そこら辺考慮しながら色合わせしないとダメみたいですね。これで効果一回させてみます。はい、効果しました。ちょっと薄いというか色が違いますね。なので、もう少し肌色っぽく、こっち混ぜてみようかな。これちょっと濃くしてみたんで、これを盛ります。で、効果不良が怖い場合は薄く何回かやればそんなに効果不良は起きないと思うので、ちょっと色合い違いますね。じゃあこれで効果してみます。はい、効果しました。今度は若干オレンジっぽいですね。この調整が難しいですね。ちなみに表面はとってもベタベタしますね。これは調色剤を入れたせいなのかどうなのか。ベタベタした場合はこれネイルリムーバーを使って表面を拭いてあげるととっても綺麗になります。盛りを重ねてる時にこれが必要かどうかっていうのがちょっとわかんないんですけど、ベトベトしてるっていうことはなんか表面についてるってことでしょうから、やった方がいいのかもしれないですね。じゃあもう少し白混ぜてみます。あんまり混ぜちゃうと効果不良起きるかもしれないんで、でもそこら辺も検証を兼ねてやってみましょうか。はい、若干白くなったんで、これで持ってみますね。はい、じゃあこれで硬化してみます。はい、硬化しました。色合いがちょっと違いますね。ちなみにまたベトベトするんで、ネイルリムーバーで綺麗に除去。直接見ると、この縁がですね、少し黄色く見えるんですよね。
なんだろうこれは。縁をもう少し持って削ってみようと思います。次は表面をルーターで削ります。削るとちょっと白くなるんで、違いがあるかっていうのをまた削った後に比べてみたいと思います。こんな感じで削れたんですけど、表面の具合は星の雫さんとかとあんまり変わんないような気がしますね。綺麗にヤスリがけしてあげれば、表面のこの境目っていうのも綺麗になると思います。ただ、色合いがですね、100% を近づけるっていうのが、なかなか難しいので、色については試行錯誤は結構必要かなと思うんですけど、レジンで一つ気になるのは、どれぐらいで割れるか、剥がれるかってところですよね。同じように持ったところがあるんで、これを曲げてですね、どれぐらい、結構すぐ剥がれちゃいましたね。結構すぐ剥がれちゃいますね。この境目もベタベタしてますね。このヘッドを曲げた時にどれだけ取りやすいかっていうのをやってみましょうか。これかなりこのぐらい曲げてますね。結構大丈夫。普段使いでしたら取れなさそうですね。例えば愛をこう入れてグググググッと押す。あと表からも押す。ちょっとここら辺が剥がれてきました。じゃあちょっと剥がしてみましょうか、試しに。さっきの接着面がベタベタしてるか確認してみますね。はい。ベタベタしてますね。こっちもベタベタしてます。星の雫さんとか爆弾パテさんは結構密着するんでですね、こんなに綺麗に剥がれないんですけど、多分ベタつきがあるから剥がれるって感じでしょうか。今回の動画の結論でいくと、レジン盛りがどんなものかっていうのを身近な素材で試してみるっていうのにはいいかもしれないですね。で、それでメイクしてどんな表情になるのかっていうのを楽しむことができると思います。はい。ということで今回はダイソーさんとキャンドゥさんのレジンを使ってレジン盛りを試してみました。いつも動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。